あ、聞こえてるのかな？はい、そしたら始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでですね、皆さん RBS ファイルっていうのを書いていますか？はい、私は書いていません。ということです。なんですけど、型の恩恵を受けたいですよね。データでもコード保管したいですよね。ということでですね、そうだ、実行時にですね、Ruby の処理をトレースしてですね、RCS を自動生成しようという話をしていきます。はい。で、はい。で、自己紹介なんですけど、こんな感じです。Vim が好きなエンジニアです。ということでですね、今日話すことなんですが、実行時に Ruby の処理をトレースして RBS を生成する RBS ダイナミックを作りましたというようなお話をしていきます。こうでね。で、アジェンダなんですが、そもそも RBS って何かみたいな話から始まって、なぜやろうと思ったのか、どのようにして実装したのか。で、RBS を自動生成する上で考えたこととか、タイプロフトをして、タイプロフトと比較したらどうなったのかみたいな話をしていこうかなと思いますと。はい。じゃあ、そもそも RBS ファイルってなんじゃみたいな話をしていくんですが、RBS っていうのはですね、Ruby で型情報を扱うためのデータフォーマットになっていますと。で、ここでいう型っていうのはですね、Ruby でいうクラスのことを指すことが多いです。ちょっと厳密に言うと違うんですけど、一旦この認識で大丈夫です。はい。で、左側に出ているのが RBS ファイルの、サンプルコールなんですけど、こんな感じでメソッド型を定義しています。で、これはですね、ストリングオブジェクトを受け取って、ストリング型を返すという意味のメソッド定義になりますと。で、ここでいうストリングっていうのが、型情報になります。で、こんな感じでですね、アレイに対して、ストリングみたいなことを定義することができて、これはストリング型の要素を持ったアレイ型みたいな定義になりますと。で、こんな感じで、オーバーで結合することもできて、これはストリング型、またはシンボル型であるという型定義になりますと。で、こんな感じで、定数とかインスタンス変数に対しても、型っていうものを定義することができます。はい、ということでですね、じゃあ実際なんか作ったものを最初に見てもらおうかなと思います。はい、ということで、こちらがですね、Ruby のサンプルコードになっていて、皆さん大好きな FizzBuzz のコードになっているんですけど、この、Ruby のコードをですね、実行するとどうなるかっていうと、はい、右側に、その実行時の結果をもとにして、RBS を出力するような、ライブラリを作りましたと。で、こんな感じでですね、FizzBuzz に対して1を渡している場合っていうのは、アプライの戻り値が今インテジャー型になっているんですけど、1っていうのは FizzBuzz でもなく、Fizz でもなく、Buzz でもないので、インテジャー型をそのまま返しているんですが、これを例えば3っていう値に変更すると、こんな感じでですね、3の場合は Fizz っていう文字列を返すので、文字列型を返しているよっていうような RBS データが生成されます。で、同様に、例えば、1と3を返す。1と3の場合だとどうなるかっていうと、これはインテージャー型、もしくはストリング型を返すみたいな、型定義になります。っていうような感じで、Ruby の実行時の情報をもとにして、RLS データを生成するような、ツールを作りました。で、ちなみにですね、PP で出力するとどうなるかっていうと、特徴が、実際に実行しているので、こんな感じで出力される副作用っていうのがあるんですが、実際ですね、PP の結果もこんな感じでですね、トレースすることができています。っていうような、ライブラリを作りましたみたいなお話を今日はしていこうかなと思います。はい。じゃあ、で、今デモしました。で、次なんですけど、じゃあなんでこんなことをやると思ったかっていうモチベーションの話もします。で、モチベーションは大きく2つあって、1つはですね、タイププロフとは別のアプローチをしてみたかったっていうような、ことがあります。で、もともとはですね、型を書きたくはないんですが、でも型の恩恵を受けたいということで、RBS を自動生成できないかっていうことを考えていました。で、Ruby のコードをですね、性的に解析して、RBS のデータをするっていうことは、すでにタイププロフっていうツールで行われています。で、それとはなんか別のアプローチとしてですね、実際になんか Ruby の実行時に型情報を収集して、RBS を生成したかったっていうのが、モチベーションとしてありました。なのですね、
なんかタイププロフで解決できない問題を解決したいというよりか、とか、なんかタイププロフよりもなんかより良いものを作りたいみたいなモチベーションではなくて、まあ、とりあえずなんかやってみたかったっていうモチベーションが大きいです。いや、ごめんなさい。で、次にあるのが、RBS に対して関心を持ちたかったとか、持ってほしいみたいなモチベーションがありますと。で、Ruby の型に対して関心があるっていう人は、一定数いるとは思うんですけど、でもまだ一般ユーザーになんか広がっていないなっていう印象が私の中ではありますと。なのでですね、このセッションをきっかけにして、RBS や、型に対する議論などが盛り上がってほしいっていう気持ちがありますと。で、今回アプローチした、動的に RBS を生成するっていうアプローチをしたんですが、それっていうのは別になんかゴールにするつもりは全然なくて、これからですね、RBS っていうのをどう扱っていくかっていうのを、なんかみんなで考えていけるといいのかなっていうのを考えていますと。はい。ということで、じゃあここからはどのように実装したかみたいな話をちょっとしていきます。はい。で、実装イメージなんですが、実行時にですね、Ruby のメソッド呼び出し情報を収集してやって、収集したデータから RBS のデータを生成し、それをなんかファイルに保存するっていう、簡単な作業ですね。じゃあ実際にですね、どうやって実行時に、Ruby のメソッド呼び出しを情報を収集したかっていうと、トレースポイントという標準ライブラリを使用しました。で、このトレースポイントっていうものを使用することによって、任意のイベントが実行されたときに処理をフックすることができます。で、こんな感じでですね、トレースポイントを生成してやって、で、何かイベントが発火したときに、このブロックの中身が呼び出されるようなイメージになっています。で、ここのエナベルの中で呼び出された、メソッドっていうのが実際にトレースされて、このブロックの中身が呼び出されますと。で、ここでイベントによって条件分岐していて、コールっていうイベントだったらメソッド呼び出し、リターンっていうイベントだったら、メソッドからの戻り、メソッドからリターンしたタイミングでの発火になります。で、こんな感じでですね、メソッドが定義されているクラスの情報とか、メソッド名の情報、またはですね、リターンの戻り値とかの、メタ情報を取得することによって、このタイミングでそのメソッドの引数を取得して、それからなんか引数型を推論しているみたいなことをしていますと。で、じゃあ実際なんか RBS ダイナミックで取得しているメタ情報の話をちょっとするんですが、RBS ダイナミックではトレースポイントでは取得できないメタ情報っていうのも取得していますと。で、例えばですね、メソッドの呼び出し元を調べるために、自身のメソッド内で呼び出されたメソッドのメタ情報っていうのもネストして保持していますと。例えば、ファンク1メソッド内で呼び出されたファンク2メソッドの情報っていうのは、ファンク1のメソッドのメタ情報として保持しているようなイメージですね。はい。で、実際に取得しているのが、こんな情報なんですが、上に書いてあるのがメソッド名とかクラス名とかで、引数の情報を取得したりとか、あとは引数、メソッドの定義元、メソッドが定義されている位置情報とか、で、これが、メソッドがどこから呼ばれたのかっていう参照先の情報を持っていたりとか、そのメソッドがですね、どこから呼び出されたのかの情報とか、いろんな情報を持っていますと。で、こういう、データを元にして、RBS データを生成するっていうことをしています。じゃあ、どうやって生成しているかっていうんですが、これはですね、RBS ライブラリを使って RBS データを生成していますと。で、今回はですね、この標準ライブラリを使うことによって、RBS データを生成することをしています。で、実際にですね、左側に書いてあるのが、RBS の AST を生成する、これ標準ライブラリの機能なんですけど、これを元にして右側の RBS データを生成していますと。で、このあたりで、引数型を定義したりとか、戻り値を定義したりとか、メソッド型を定義したりとか、クラス型を定義したりとかしていて、最後に標準出力しているような形になっていますと。で、こんな感じにですね、Ruby の実行時にメソッドのメタ情報を収集して、RBS データを生成するような実装をしていますと。はい、じゃあ実際なんか使ってみる例をいくつか出すんですが、これは、さっき見せていた例になっているんですが、このブロック内でですね、呼び出されたメソッドから、RBS データを生成するような形になっていますと。で、これはですね、メソッドを呼び出すだけのデータではなくて、なんかインスタンス変数とか、そういう、データの型情報も行うようにしています。で、こっちはですね、実際なんか外部コマンドから使った例になっていて、
RBS ダイナミックコマンドを使用することによって、左側の Ruby のソースコードから、こういう、RBS ファイルを、生成するようにしています。で、注意点なんですけど、この RBS ダイナミックコマンドを使ったときは、Ruby の標準出力がされないので、ちょっと注意する必要があります。はい。で、じゃあどういう方に対応しているのかっていう話をこれからするんですが、まず上から見ていくと、まず定数型に対応しています。で、次に、クラスメソッド型にも対応しています。で、あとは、キーワード引数とかにも対応していますね。ここら辺は一通り対応しています。で、あと、頑張ったポイントとしては、こんな感じでですね、ブロックの型も、定義しています。あとは、プライベートみたいな、ビジビリティの制御とかも行っています。はい。で、一応サポートしている方っていうのがこんな感じになっていますと。ここはちょっと後で、気になる人は見ておいてください。大体はサポートはしています。で、これがですね、RBS ダイナミックのコマンドオプションになっていて、基本的になんかファイル名を指定したりとか、クラス名を指定したりとかできて、下の方でなんか細かい制御が行われるような形になっていますと。はい。ということでですね、で、ここからなんかファイルを保存するみたいな話をするんですが、すいません。これはまだちょっと実装しきれていないです。で、一応なんかこういうことをやりたかったんですよ、みたいな話をするんですが、やりたかったこととしては、なんか、Rails アプリケーションを作っているときにですね、なんかリクエスト前に情報をトレースして、そのタイミングでなんか自動生成できないかなっていうことを考えていました。で、ただしその時に考えることとしては、なんか既存の RBS ファイルとコンクリートしないようにマージする必要があって、ちょっとこのあたりの実装が全然できてなくて間に合わなかったっていう背景があったりします。で、もう一つはですね、なんか CI でテストを実行しているときに、なんか自動で RBS ファイルを生成して、なんか自動でなんかリポジトリにコミットしてくれると、なんか嬉しいですよね、みたいなのも考えたりとかしました。こんな感じでですね、どのタイミングで RBS ファイルを保存するべきかっていうのは、別途考える必要が出てきますと。はい。ということで、次はですね、じゃあその RBS データ、一応実装したんですけど、自動生成する上で、なんかこういうことを考えてましたみたいな話するんですが、まずはインターフェース型の実装の話をしていきます。で、インターフェース型っていうのは何じゃみたいな話なんですけど、これはなんか特定のメソッドが定義されている型のみを受け付ける型みたいな、言い方になります。例えばですね、こういうマイプッツみたいなメソッドがあるときに、これって引数 A に対しては 2S っていう、メソッド呼び出しを行っていますと。で、RBS ですがですね、このような場合にインターフェース型が利用できて、どういうことかっていうと、インターフェース型を使ったマイプッツの実装はこんな感じになっています。で、マイプッツの引数が、このアンダーバー 2S っていう型になっていて、これは何やってるかっていうと、ここで定義されているやつですね。で、これは 2S メソッドを持ったメソッドを受け付ける型みたいな形になります。なので、なんかより抽象的な、型定義になるようなイメージですね。っていうのを、今回 RBS ダイナミックでも、インターフェース型を実装するようにしてみました。はい。で、これはですね、オプションを使用したときのみ有効になる、機能になっていて、例えば左側の、マイプッツですね。これは 2S メソッドのみを、要求しているんですが、これを、RBS ダイナミックで生成するとこんな感じの右側のような、RBS になっていて、インターフェース型っていうのをなんか定義していて、それがさっきの2S メソッド、ストリング型を返して 2S メソッドだよみたいなのの型制約になっていますと。はい。で、次はメソッドの定義元と参照先の情報を埋め込むっていう話です。で、これはですね、なんかコードを読んでいるときにですね、そのメソッドの定義元とか参照先を、参照したいっていうことがあると思うんですよね。なんですけど、RBS メソッドでは、私が知る限りでは、メソッドの位置情報っていうのは保持してなさそうだったんですよ。なので、今回の実装ではですね、RBS のコメントに対して位置情報を埋め込むような、実装をしてみました。どういうことかっていうと、これもオプションをしてすると有効になる機能なんですけど、例えば、func1 の定義元っていうのを、なんかここのコメントで、定義するようにしています。で、一方で、この func1 っていう呼び出し元ですね。func1 がどっかで呼び出されたかっていう情報も一緒に、コメントで埋め込むようにしていますと。
で、さらに、ここでですね、なんか引数型とかも一緒に埋め込んでいるので、例えば、ストリング型はどこから呼ばれているんですかみたいな、ものも、逆算でたどることができていますと。はい、こんな感じの機能も実装していました。はい。で、次はですね、シンボルを型として扱うのか、値として扱うのかみたいな話をします。で、ですね、これはどういうことかっていうと、RBS ですは、そのシンボル型っていうのを、シンボルリテラルとして扱うこともできますと。で、これはですね、なんか特定のシンボルの値のみを型として定義したいみたいな、型定義になっていて、例えばですね、ASCII とか、特定の、リテラルのみを受け付けるみたいなやつですね。で、こんな、ごめんなさい。で、こんな感じですね。なんか特定の、シンボルのみを受け付けるっていうのは、なんか自分で RBS データを書く上では、便利なんですけど、なんか一方ではですね、例えばアタアクセッサーみたいなように、なんかどんな、値でも受け付ける必要がある方みたいなのも、出てきますと。なので、アタアクセッサーに関しては、なんかシンボル、もしくはストリングみたいな型定義になっていますと。なのでですね、RBS ダイナミックでは基本的にはですね、こういうシンボル、リテラルをシンボル型として定義するようにしています。とはいえですね、なんかシンボルの値が分かっている方が分かりやすいケースっていうのも実際あって、どうしようかなっていう考えた結果、なんか知り合いからアドバイスもらった結果、こうなりましたと。要するにですね、シンボル型だけではなくて、シンボル型プラスリテラル型っていうのも一緒に定義しちゃえばいいんじゃないかっていう考えに至りました。で、ここで見てみると、シンボル型だけではなくて、プラスアルファで、こういうリテラル型も OR で結合してしまえっていう考えですね。で、これだと、シンボル型を受けつつ、RBS を見ればどんな値を受け取っているのかっていうのが、推論することができます。で、これもオプショナルな、機能なんですけど、例えば、さっきの例で言うと、ホゲとかフーとかパーとか渡している場合に、シンボルプラスホゲフーバーみたいな、リテラル型も一緒に型定義してくれるような機能になっています。で、これ特徴的なのがですね、例えばこういうハッシュを渡したときにどうなるかっていうと、これハッシュの、型定義になっているんですけど、ハッシュのここの部分がキーの、型情報になってるんですよね。で、これを見ると、キーはシンボル型なんですけど、そのキーがどういう、キーの値を持っているのかっていうのが RBS を見ることによって一発でわかるんですよね。ID とネームとエイジを持ったなんか、ハッシュ型みたいな感じで。これってなんかかなり便利そうだなと思っています。はい。ということで、次に、じゃあタイププロフと比較して、なんかどういうデータが生成されるのかの違いを見ていこうかなと思います。はい。で、そもそもタイプロフって何かみたいな話なんですが、タイプロフっていうのは、Ruby3.1 から標準でバンドルされている、同様に RBS データを生成するためのツールになっています。で、これは RBS ダイナミックとは違って、性的にですね、Ruby のコードを解析して RBS データを生成しています。なので、RBS ダイナミックとは違って、実行時の副作用っていうのは存在しません。ごめんなさい、スライド移動させなかった。はい。さっきの標準出力がされるとかされないとか、そういうことを気にする必要がないって感じですね。はい。ということで、まずは最初に書いていたフィズバズの例で比較してみるんですが、左側がタイプロフの例、出力結果で、右側が、RBS ダイナミックの出力結果になっています。で、これを比較してみると、タイププロフっていうのは、なんかイニシャライザーの、型定義と、アットバリューっていうインスタンス S の型定義がちょっと違っていることがわかるかなと思います。はい。で、次がですね、これは規定クラスで定義されているメソッドを派生クラスで呼び出したときにどうなるかっていう比較をしているんですが、タイププロフ側は、その定義されているメソッドのクラスに対して定義されているような形になっています。なので、サブ1はサブ2みたいなものになっているんですけど、RBS ダイナミックの方は、これはですね、呼び出し元も一緒に、型定義するようにしていますと。
こんな感じで違いがあります。で、なんでこういうふうな形にしたかっていうと、例えばじゃあサブ1のコード保管をするときに考えたときに、ファンク1の戻り値って、こっちだけだとサブ2の候補まで含まれちゃうんですよね。これだけだと。なので、なんかそれをちょっと回避したいなと思って、まあ、より厳密に、サブ1の方はサブ1しか返しませんよっていう、意味すみません。意味で、ここで両方とも定義するようにしていますと。ほい。で、次がですね、まあなんか、ファンクに対していろんな値を渡したときの企画になっているんですが、タイププロフの場合はですね、なんかさっき言ってたそのシンボルっていうのはリテラルとして定義していたりとか、あとはですね、こういうなんか、これレコード型っていうんですけど、なんかハッシュっぽい型定義をしていたりします。で、一方で、RBS ダイナミックの方は、全然違う型になっていて、こっちの方はインテジャー型を受け取ったらインテジャー型を返す。シンボル型を受け取ったらシンボル型を返すみたいな、複数の、メソッドの引数定義になっています。で、なんでこうしたかっていうと、タイププロフの方は、例えば、インテジャー型を返した場合、アットホゲを返す可能性があるよって意味合いになるんですけど、実際の実コードではそういうことではないので、よりなんか、厳密な型定義に寄せたっていうような意図があります。はい。で、最後になんかブロックを呼び出したときの、例になるんですが、ブロックを呼び出したときには、こんな感じになっています。これは大体両方とも同じような形になっていて、むしろなんか RBS、タイプロフの方は、結構なんか、静的解析ですごいなんかやっているなっていうのが、見てわかりますね。こっちは実データ出しているんで、それはそうなんですけど、すごいなと思いながら比較していました。はい。ということでですね、最後には今後の課題に対してちょっと話していこうかなと思うんですけど、やることとか考えることとかまだいろいろあってですね、例えば、さっき言ってたように、どのタイミングで、RBS ファイルを生成するんだみたいな話がありますと。さっきも言っていたようにですね、なんか既存の RBS ファイルとコンフリクトしないように考えて、生成する仕組みっていうのが必要になってきますと。これがかなり肝なんじゃないかなと思っています。で、次はですね、動いているコードが正となるっていうことに対するギャップっていうのがどれくらいあるのかなっていうのが気になっています。で、普通の片付け言語っていうのは、先に型があって、で、その後に動くコードがあるんですよね。なんですけど、RBS ダイナミックの仕組み上、先に動いているコードがあって、後から型情報っていうのがやってくるような仕組みになっていますと。なのでですね、なんか意図しない型だったとしても、そのコードを元にして RBS を生成してしまうと、それが正になってしまうっていうことがあって、型チェックとしては結構弱くなってしまうんですよね。なので、なんかそのあたりのなんかギャップっていうのがどれぐらい埋められるのかなっていうのが課題になってくると思っています。はい。で、あとはですね、型の抽象度をなんか上げれないかなっていう構想もあったりします。例えば、このサブクラス1はベース継承していて、で、同様にサブ2っていうのがあった場合に、例えばサブ1はサブ2みたいなのがあったときに、なんかベースっていうのになんか統合できないかなっていうのを考えたりとかしていました。はい。で、最後にですね、そもそもなんか RBS をどう利用するべきなのかみたいな話になるんですけど、なんか今って割となんかスティープで使うことを前提として考えているんですが、スティープっていうのはなんか RBS を使ったなんか静的解析の型チェックを行ったりとか、コード保管を行ったりとかするツールになるんですが、なんか他にもですね、RBS っていうものを利用できる場面がないかっていうのをちょっと考えたいかなと思ったりもしています。はい。ということで、スライドに関しては以上で終わります。はい。で、最後にですね、じゃあ RBS ダイナミックで生成したアクティブレコードの型情報をなんかみんなで見ながら、なんか質問とかがあれば、答えていきたいかなと思っていますと。はい。ということでですね、じゃあアクティブレコードから、RBS を生成してみましょう。これはアクティブレコードの簡単な例になっていて、ここら辺はなんかすごいなんか設定書いてあるんですけど、気にしないでください。こんな感じで、ユーザークラスを定義したりとか、アドレスクラスを定義したりとか、
それに対してなんかセーブしたりとか、フォイヤーしたりとかしている例になるんですが、じゃあこれをちょっと実行してみるとどうなるかっていうと、これ10秒ぐらいかかるんで少々お待ちください。パフォーマンスに関しては今回全然気にしないで作ってたんで、ちょっと多分それも今後の課題になるのかなっていう気はしていますね。出てきた、出てきた。出てきなかった。してなかったから出てこないのはその通りですね。で、少々お待ちください。で、ちょっとなんかチャットとかも見ながら見ておこうかなと思うんですが、出た。右側に出てるのが、アクティブレコードの、RBS データになりますと。これちなみに4000行ぐらいあります。ですね。で、わかりやすいところから見ていくと、例えば def for error の定義どうなっているのかなっていうのを見てみると、def for error の型定義ってこんな感じになっています。なんかすごいことになっていますね。で、なんかこういうハッシュ型を定義しているんですが、なんか名前っていうシンボルが紛れ込んだりとかしていますね。で、さっき言ってた、じゃあインターフェース型とか見てみようかなと思うんですけど、インターフェース型、こんな感じで定義されていて、これはですね、なんかコンパクトブランクみたいなメソッドを持っていることを期待しているみたいなやつですかね。なんか下と型が被っているな。一応インターフェース型なんか頑張って、同じようなインターフェースがあったら一個にまとめようみたいなことをしてるんですけど、これ見ると全然なんか一個にまとまってないですね。なんか違うのかな。なんかもうちょっと面白いのかったかな。そうですね。この辺はなんかバリデーションのインターフェース型が頑張って定義されている形になってますかね。あと面白いのがあれば、例えば、find by の、戻り値っていうのが、右側だと、さっき言ってた通り、ユーザークラスと、アドレスクラスから呼び出されてるんですよね。で、これ多分、スーパークラスの定義なんですけど、さっき言ってたように、ユーザーはアドレスみたいな戻り値になっています。で、一方で、クラスユーザークラスの定義ですね。で、これもなんか大変なことになってるんですけど、ここにあったかな。find by。ここら辺かな。違った。こっちはアドレスだ。ここか。こんな感じですね。ユーザークラスを介している、型定義みたいな感じになっています。ということで、ごめんなさい。質疑応答しようかと思ったんですけど、ここら辺で時間になっちゃったので、一旦、これで終わろうかなと思いますと。なんか質問とかがあればですね、ハッシュタグつけてツイートの方をつぶやいてもらえれば、見ていこうかと思うので、そっちで答えていこうかなと思います。じゃあ、今日は、以上にしたいかなと思います。はい、ご清聴ありがとうございました。